こんにちは、ずんだもんなのだ。今日も世界のニュースをお届けするのだ。今回は、トーゴのニュースを紹介するのだ。今日紹介するニュースは次の5つなのだ。どんな国なのか、一緒に見ていくのだ。皆さん、こんにちは。今日は西アフリカに位置する、細長い国、トーゴをご紹介するのだ。首都は海に面したロメで、ギニア湾の美しい景色が広がるのだよ。かつてはドイツやフランスの統治を経て、1960年に独立を果たした歴史を持つ国なのだ。現在は共和制で、経済発展と社会の安定を目指しているのだよ。人口は約860万人と比較的少なめ。農業が主要産業で、コーヒーやココア、綿花などがたくさん取れるのだ。港湾都市ロメは、物流の要衝としても栄えているのだよ。文化面では、多様な民族の伝統が息づいていて、独特の音楽や舞踊、美しい手工芸品が魅力なのだ。ブードゥー信仰発祥の地の一つとしても知られているのだよ。最近では、インフラ整備や若者の雇用創出に力を入れていて、これからの発展がますます期待される国なのだ。トーゴの魅力、伝わったかな？一つ目のニュースなのだ。トーゴ2025年 BAC、発表まで残り2ステップという記事なのだ。みんな、トーゴの大学入学資格試験 BAC、の結果発表がもうすぐなのだ。7月9日の審議が終わって、いよいよ最終段階に入ったのだ。この BAC、の結果発表は、BAC、とかとは違って、とっても厳密な手順を踏むのだ。まず、最初のステップは、審議なのだ。何百人もの採点者が、受験生の答案をしっかり確認して、点数や平均を計算するのだ。公平で正確な結果を出すための、とっても大事な作業なのだ。次に大事なのは、匿名性の解除なのだ。審議が終わった結果は、バカロレア事務局に送られて、受験番号と名前を結びつける作業が行われるのだ。これで、誰がどの番号の結果なのかがわかるようになるのだ。そして、最後のステップは、結果の集中化なのだ。事務局が全部の結果をまとめて、いよいよ発表されるのだ。今年はなんと、約10万人もの受験生が頑張ったのだ。みんな、ドキドキしながら待っていると思うのだ。特別なことがなければ、今週末までには結果がわかるはずなのだ。受験生のみんな、あと少しの辛抱なのだ。みんなの努力が報われるといいのだ。二つ目のニュースなのだ。BAC、2025、7月9日に審議、結果発表へ、という記事なのだ。トーゴでは、大学入学資格試験の BAC、2025の最終審議が7月9日に開かれるのだ。この審議は、6月に行われた筆記試験を受けた受験生たちの合否を決める、とっても大事な日なのだ。採点結果は、ロメ、アタクカメからの3つの会場で同時に審議されて、厳格な匿名システムで公平に評価されるのだよ。もしデータの入力ミスとか、おかしいところが見つかったら、ちゃんと修正されてから結果が発表されるのだ。合否は政府の公式サイトで確認できるのだ。合格したみんなは、とか、よ、とか、ゆ、とか、成績の評価もわかるのだよ。この試験は大学に入るためだけでなく、お仕事や公務員になるためにもとっても重要だから、毎年みんなの注目が集まるのだ。トーゴの教育制度はどんどん新しくなっているから、今年の試験結果も期待されているのだ。みんなが良い結果を出せるよう、ずんだもんも応援しているのだ。3つ目のニュースなのだ。ガンビア、2024年憲法草案を国民議会が否決という記事なのだ。ガンビアで新しい憲法草案が国民議会で否決されちゃったのだ。この法案は、ヤヒヤ、シャメ元大統領の時代と決別して、民主主義をもっと強くしようっていう大切なものだったのだ。7月7日の議会でね、議員さんたちが投票した結果、賛成が35票、
反対が21票、棄権が1票だったのだ。でも、次の段階に進むには、57票のうち44票も必要だったから、残念ながら届かなかったのだ。これで、この形の法案はなくなっちゃったのだ。政府はね、この結果を大きな後退だって言って、民主的な改革の夢が危うくなるって心配してるのだ。この法案は、権威主義だった前の政権の後で、法の支配とか、良い政治とか、ちゃんとした司法を目指してたのだ。実は、この憲法改革は2017年から始まってて、2020年にも一度同じような形で否決されてたのだ。今回が2回目なのだけど、政府はまだ諦めてなくて、1997年の憲法を少しずつ変えたり、国民投票をしたりして、新しい道を探していくって言ってるのだ。国民の皆さんの意見と責任に基づいた改革が大切だって、改めて言ってるのだ。だから、ガンビアの憲法がどうなるかは、まだはっきりしないけど、議論はこれからも続くのだ。ちょっと大変だけど、頑張ってほしいのだ。4つ目のニュースなのだ。東郷 FOSEM2025 安全な選挙へ指導という記事なのだ。東郷では2025年7月17日に予定されている地方選挙を安心安全に進めるため、政府が特別な部隊 FOSEM2025 を立ち上げたのだ。これは6月26日の大統領令で設立されて、6月30日にはもう活動を始めてるのだ。全国に拠点を置いて、警察官たちが配備されているのだ。この部隊の任務は、選挙の前後から投票日まで、ずっと平和な雰囲気を保つことなのだ。FOSEM2025 はね、どんな政党の候補者にも公平で、中立でプロフェッショナルな部隊を目指しているのだ。政治家さんたちとも協力して、みんなが安心して選挙に参加できるように頑張るのだ。国民のみんなには市民意識を持ってお互いに寛容に民主的なルールを守ってほしいって呼びかけているのだ。暴力とか秩序を乱すようなことは絶対にやめてねって言ってるのだ。もし何かあったらすぐに連絡できるように。 FOSEM2025 は各地域に専用の電話番号を用意しているのだ。これでみんなの心配事を聞いたり、困った時に助けたりしてくれるのだ。安全保障省も国の防衛や治安部隊、それに選挙委員会や国内外の監視団と協力しながら、この取り組みをずっと見守っているから安心なのだ。5つ目のニュースなのだ。2025年地方選、サンドラ、ジョンソン、アネホで UNIRJ を鼓舞という記事なのだ。2025年の地方選挙が本格化してきたのだ。東郷のアネホ、ラックイチコミューンでは、UNIR 党が大規模な集会を開いて、たくさんの支持者を集めたのだ。この集会には、サンドラ、アブランバ、ジョンソンさんやジャン、マリーテ氏さんといった党の重要人物も参加したのだ。現職のアレクシス・アケレブル市長が率いる UNIR の候補者たちは、これからの5年間のビジョンを明らかにしたのだよ。候補者たちは、これまでのインフラ整備や衛生改善、若者や女性への支援といった成果を強調しつつ、具体的な新しい取り組みで地域をもっと発展させたいと考えているのだ。サンドラ・ジョンソンさんは、政府と自治体のプロジェクトのおかげで助かった女性たちとの交流を語り、UNIR への市民の大きな期待に感謝していたのだよ。ラックイチコミューンでは、11議席をめぐって5つのリストが競い合っているのだ。UNIR は、これまでの経験とプロジェクトの質の高さ、そして地域に深く根ざした活動で有権者を納得させようとしているのだ。シャン・マリーテ氏さんは、住民の声をしっかり聞いて、それを地方自治体の活動の中心に据えることが大事なのだ、と話しているのだ。投票日まであと2週間、UNIR 党は、この勢いを保ちながら、積極的に有権者と対話し、自分たちの提案をアピールしていくつもりなのだ。今後の展開が楽しみなのだ。今日のニュースで、
トーゴは教育や民主的な選挙など、国の未来に向けて着実に進んでいるのだと分かったのだ。特に若者たちの頑張りや、安全な選挙を目指す動きは、とっても素晴らしいのだよ。希望に満ちた未来が楽しみなのだ。これからもずんだもん、応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。